いらっしゃい。うん。宿題が終わってちょっと休憩しに来ただけだから。そう。わかんないんだよね。服飾の勉強はやりたいって思うんだ。でもニーゴも続けたいって。だけど水木、何か言ってた？そうなんだ。エナはいつも通りだよ。また絵画教室で難しい課題が出たみたいで、昨日の作業は少し遅れてきた。奏は？奏もいつも通り曲のことをいろいろ考えてるみたい。そう。きっと私のための曲を作ろうとしてるんだと思うけど、構想から練り直すって言ってたし、あれからずっと考えてるんだろうな。でもごめん、心配かけて。湖の方で今何か光った。ん？カイト。お前たち、思いの破片。このガラスの破片みたいなもののこと？えっと、おい、うん。いいか、私が世界に来たから破片も現れたっていうこと？確かめるって、でもいいのか？うん。この思いの破片、本当に私のなの？ああ、わかった。行ってみる。じゃあ、触るね。なんだろう、このもや。周りがよく見えない。いいか、あ、おい、ミク、急にどうし。あ、私。よかった。記憶？そうだな。え？はあ、
起きないよ。その子は起きないよ。また私。こんにちは、大きな私。それと、こんにちは。やっぱりバーチャルシンガーのミクとカイトだったんだね。でもすごい、こんな風にお話できちゃうなんて。はい。知らない。あの頃、どうだったかなんて覚えてない。なに？それは、言えないんだ。あなたが気づかないといけないから。でも、ちょっとだけなら教えてあげられるよ。私、最近ずっと眠そうにしてたの。そんなに眠いなら寝たらって言ったんだけど、起きてなくちゃいけないからって。うん。それに、私がいるここだけ、思いのかけらからどんどん離れていっちゃって。だから、見失わないように追いかけてきたの。つまり、でも、私にできるのはそれだけ。あなたが気づいてくれないと、ずっとずっとこのままなの。ありがとう。たまにね、リンゴを切ってくれたの。昔、お母さんが切ってくれたみたいな、リンゴのうさぎ。本当は、私が一番欲しがってるものなのに、いつも、私やもっと小さい私のために切ってくれて。私が切ると、リンゴがちょっと酸っぱくなるんだよ。だから、小さい私は、あんまり好きじゃないみたい。それに、大きいと口に入らないでしょって、半分の半分の半分の半分って、いっぱい切るの。だから、すごく細いうさぎさんになっちゃうんだ。でも、私が切ってくれるうさぎさんも、私も、大好きだから。だから、目を覚ましてほしいんだね。ごめんなさい。謝らなくていいよ。その私が目を覚ますように、思いを探してみるから。本当に思いを探してくれるの？もともとそのために来たから。とりあえずこの辺りを探したいけど、もやが邪魔だな。でも嫌なんだね、きっと。でも思いを探す手伝いはできないし、私を使ってもらおうかな。使うってどういうこと？
ままの意味だよ。手を出して。わかった。それは急にミクとカイトが大きくなったと思ったら、私が小さくなってたんだ。私を使ってって体を貸すっていうことだったんだね。うん、元の私だけに見えてたみたいだけど、何だったんだろう。ほな眠ってる私はどうする？ありがとう、ミク。この身長じゃ見えない。なんだ中等部の時のやつだと思う。その隣のはスポーツ大会の優秀選手賞かな。この棚にある絵本、どれも小さい頃に読んでたな。ねおいそこの額、何かが張り付いてる。おう。あの時はどうしたら楽になれるのかわからなくて、ただ溢れてくる思いを曲にしてたな。もしかして眠ってるあの私って、なんだやっぱりあの私は奏が曲を作り続けるって約束してくれる前に誰かに見つけてもらいたかった私なんだ。え多分だけど、気づかないといけないのはどうして眠ってしまったのかの方なんだと思う。そうだな。私、最近ずっと眠そうにしてたの。そんなに眠いなら寝たらって言ったんだけど、起きてなくちゃいけないからって。それに、私がいるここだけ、思いのかけらからどんどん離れていっちゃって。起きてなくちゃいけないか。きっとあの私は眠ったら自分が思いのかけらから離れるって分かってたんだろうな。それにわからない。この子はもう一人の私が眠った原因に気づいてるみたいだった。なのに私が気づかないといけないからってくれたのはヒントだけで。だったら
だから。私が気づきたくない思いがかけて亡くなろうとしてるのに、それに気づきたくないって私が思ってるってこと？そんなことありえるの？亡くなってもいいなんて、まるで。まさか私なの？私が自分であの思いを捨てようとしてた。私にだけもやが見えたのも、私がここを見たくなかったから。でもどうして私は思いを捨ててもいいなんて。あ、うん。あ、あの、気づいちゃったんだね。自分が原因だったって。あ、でも、あの思いを捨てるなんて。そうだね。今だって、あなたは苦しいまま。だけど、思いを曲に託して吐き出し続けたり、お母さんから逃げた時と比べたら、それは。奏が私のために作ろうとしてた曲をしばらく考えさせてって言った時も、どうして受け入れたの？作り続けるって言ったのにって、責めることもできたのに。でも、行き詰まってるのなら、責めたって何もならないじゃない。それに、奏は、私のために曲を作ろうとして倒れるくらい、無理をしてたから。なるほど。どういうこと？つまり、それに、あなたは家に戻ったけど、結局、うまくいかなかった。だって、あれは。真冬も行きたいって言っていたわよね。あの学校がいいって。今度こそ真冬の夢を応援できると思ってたのに、それも真冬を苦しませてただけで。私が本当のことを言えなかったから。ごめんなさい。私がわがまま言ったから苦しい思いをさせちゃって。どうせいつか気づかなくちゃいけないことだった。それに、もしかしたら自然なことだったのかもしれない。思いを捨てようとすることが。私は嫌だな。私が私を捨てちゃうなんて。せっかく見つけてもらったのに。そうだね。なるべく気をつけるよ。
戻ってきた。はあ。それに、私も驚いた。さすがにあの頃には戻りたくないから気をつけるよ。大丈夫。ありがとう。